今日のモカツは2026年1月発売のベルファインのプラモデルタイムボカンシリーズのヤッターマンからヤッターワンのキットです。この動画ではメカ本体とおもちゃま、アニメカ、ワニメカ、メカの元を組み立てる素組みの Vlog です。キットの開封から定価は税込みで5500円です。ベルファインのプラモデルは主にアニメ、特撮、SF 作品に登場するメカニックを精密に立体化するキットを中心に展開しています。仕様は接着剤不要のスナップフィット方式を採用したモデルや、細かくパーツ分割され塗装することで劇中のカラーリングを再現できるモデルなどがあります。付属品や特典として専用台座やアクリルスタンド、オリジナルパーツが付属する製品も多くあります。シールと組み立て説明書が一式、パーツの封入は6袋に分かれて入っていました。色分けは赤、青、黄色、グレー、茶色、黒、そして白の7色。A パーツから J パーツまであって、びっくりドッキリメカを作る H パーツは同じものが3つ入っています。説明書に沿ってパーツを組んでいきます。説明書は全10ページの構成になっていて、設定資料として後に行う塗装の目安となるカラーの提案も書かれていました。ボリュームがあるので2倍速で全工程をまとめています。まずはヤッターワンの組み立て、頭部から。ヤッターワンは基本は色分けができていて、複数のパーツを組み合わせていくことによってだんだん全貌が見えてきます。向きに注意する、奥までしっかりはめ込む、先に取り付ける順序を間違えない、このあたりが最低限のポイントでした。今回はパーツカットはタミヤの薄刃ニッパーを使って、さらにデザインナイフでゲートカットをしたりしました。パーツのはめ込み時にはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って接着固定をしていっています。ヤッターマンはタイムボカンシリーズ第2作。大金塊のありかを示すと言われるドクロストーンをめぐって正義の味方ヤッターマンと悪党3人組ドロンボー一味が世界中を駆け巡り争奪戦を繰り広げました。ちなみにドクロベイは45億年前に地球外からやってきた異星人で、最終回ではドクロストーンの破片が揃い、ドクロ惑星 XYZ 星へ帰っていきました。目にはシールが付属しています。今回は黒パーツに本来取り付ける白パーツは割愛して直接シールを貼りました。これで一旦頭部が組み上がりました。続いてヤッターワンの胴体の組み立てです。ヤッターワンはタイムボカンシリーズヤッターマンに登場した善玉の犬型ロボットです。デザインは消防車をモチーフにされています。頭のパーツなどに消防服の衣装も取り込まれています。ヤッターマン1号とヤッターマン2号が両脇に陣取り、世界のどんなところにでも向かいます。骨型のメカの素を食べることでファンファーレとともにびっくりドッキリメカを生み出します。鼻から出す砲弾、チンジャラ砲やあまり使いませんが消防車としての放水機能を持っていますし、オープニングでは火炎放射機能を披露しています。腹部にはファンファーレメカ3体が仕込まれ、本体内部から登場させるギミックが盛り込まれています。ヤッターマン第45話でドロンボーメカと相打ちになって大破しますが、回収により巨大メカヤッターキングとして復活しました。
背面の尻尾になる部分を組み立て、これが頭部が乗っかる土台になります。次にヤッターワンの腕、脚部の組み立てです。青、赤、黄色の鮮やかな彩色の部位になります。腕と脚部は基本は連結されているので、左右ともに一気に組み上げていきます。ベルファインのプラモデルは、今回のような懐かしいロボットアニメのタイムボカンシリーズや戦国魔人、豪将軍などのメカを現代的なプロモーションと可動性重視の設計で展開しています。懐かしのメカ、ロボット系では今回のヤッターマンのヤッターワンや戦国魔人、豪将軍などレトロ名作メカを現代技術でキット化。メカニックセレクションではトップを狙えのバスターマシーンやサンダーバードの特撮メカなど小スケールながら精密に再現されたコレクション性の高いシリーズを展開しています。タイムボカンシリーズはタツノコプロ制作による日本の SF ギャグアニメの代表的シリーズです。1975年のタイムボカンを第一作としてタイムマシンで様々な時代や場所を旅して宝を探すストーリー。3人組の悪玉が最後にお仕置きされるお約束展開が特徴で、子供から大人まで愛される金字塔的な作品シリーズ。第2作が今回のメカ、ヤッターワンが登場したヤッターマンで、1977年から約2年、全108話が作られました。第3作は1979年のゼンダマン。第4作は1980年のタイムパトロール隊お助けマン。第5作が1981年のやっと出たマン。第6作が1982年の逆転一発マン。ここまではそれぞれ各1年の放映期間が基本で、ヤッターマンのみ人気で2年の放映でした。最後は放映時間が変わったこともあって約半年で終了してしまった第7作のいただきマンでした。腕部脚部を胴体に取り付け、頭部をジョイントさせていって、一旦ヤッターワン本体の完成です。頬のパーツは着脱可能で、フラッグの立ったものと選択制です。ここからは本体とは別の付属メカの組み立てです。スタンドを組み立てます。底面の穴に差し込み、勝利のポーズが再現可能です。まずは黄色の D パーツを使ったおもっちゃまの組み立て。ドロンボー1尾のアジトに乗り込み、悪事を一番先に察知する役割です。年齢は7歳で、小学2年の知能を持っています。おもっちゃまはサイコロ型のマスコットロボットです。おもちゃ屋のガンちゃんが作った高知能ロボで、語尾にコロンをつけて離し、頭のプロペラで飛行します。乾電池をエネルギー源として、頭からプロペラを出して時速70キロで飛行することができます。続いてメカの元です。びっくりドッキリメカを生成する原料となるアイテムです。ピンチの際に投入され、大量の小型メカを生み出します。そしてワニメカ、アリメカをそれぞれ3セット組んでいきます。ワニメカは主役メカであるヤッターワンやヤッターキングなどの体内からピンチの際に大量に出動するワニ型のお助けメカです。細かなパーツ組み立ての作業でヘッドルーペは 3.5 倍のレンズを使ってしっかり手元で確認しながらパーツの紛失などもないように注意して作業をしました。アリメカも骨型メカの元を食べると体内からゾロゾロと大量に現れます。ヤッターマンの物語のフォーマットはメカ戦に移行し、序盤はドロンボー一味が優勢になりますが、ヤッターマンのメカの下で生み出されたびっくりドッキリメカ、ゾロメカで形勢が逆転します。そしてドロンボーメカは多くの場合、びっくりドッキリメカに解体され爆発。
もしくは自爆スイッチで爆破され、毒ログも残します。最後にヤッターマンは勝利のポーズを決めてその話が終了します。左右前後のパーツを間違えないように組み立てます。今回の素組みには合計で約2時間30分要しました。パーツカットの事前準備も含めると約3時間です。途中ゲート処理の漏れで接着面がうまく合わなかったり、ワニメカ、アリメカのパーツが小さくて落としてしまって見つからず焦ったり、ファンファーレメカのギミック開閉部分がギリギリで思うように開かなかったり、などいろいろありましたが楽しめました。実際には集中力が続かないので、パーツカットも3回に分けて足掛け3日をかけて素組み完成までたどり着いています。ベルファインのプラモデルキットは初めてでしたが、バンダイのガンプラとは一味違うパーツのゲート位置など一つとっても慣れるまで少し時間がいりそうな仕様で、なんといってもメカのパーツが細かく多く、なかなか時間を要しました。このキットの塗装は後日、フリーハンド筆塗りで水性アクリル塗料を用いて行う予定です。ヤッターワン本体はほぼ色分けがパーツの段階でできているので、少しだけ。おもっちゃまとメカノモトは塗装箇所がそこそこあるので丁寧に。びっくりドッキリメカ、ファンファーレメカは全くの未塗装、色分けなしのパーツだったので、全塗装で行う予定です。素組みでのヤッターワンのフロントビューからリアビュー。スタンドを使って右足を上げ、勝利のポーズを再現。こちらは前傾姿勢にしてはしごを使い、ワニメカと一緒に。ファンファーレメカの様子はこちら。びっくりドッキリメカ2種を3体ずつとメカノモトです。ということで今回はベルファインのプラモデル、タイムボカンシリーズからヤッターワンのキット、一通り説明書に沿ってパーツを組み上げました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。